Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here more than こんにちは。猫とシニアの暮らしのルルです。50代になって体重が落ちにくい、健康のため痩せたいのに続けられないと悩んでいませんか？私も同じでしたが、食べて痩せる健康的なダイエットで16キロの減量に成功しました。その中で役立ったのがせいろ。今日は50代、60代におすすめのせいろ蒸しレシピと Q&A をご紹介します。美味しく食べながら無理のないダイエットを始めてみませんか？せいろ蒸しの基本はお肉や魚介類、それとお野菜の組み合わせがおすすめです。今回は塩麹を使って下味をつけていきます。にんにく麹や玉ねぎ麹などお好きな麹をお使いください。塩麹にね、つけておくだけでパサつきがちな鶏胸肉も驚くほどしっとり柔らかくなります。鮭も塩麹につけておくと旨味が引き立ちます。塩麹がない場合は日本酒と塩コショウで味付けされても大丈夫です。エビやイカは油が少なくってカロリーも控えめです。しかもタンパク質も多く摂れる優秀食材なんですね。50代以降の私たちに不足しがちな鉄分や亜鉛が摂れる牛肉のせいろ蒸しもおすすめです。蒸すことでお肉の余分な脂が落ちてさっぱり食べられるのも嬉しいポイントです。お肉の旨味はしっかり残るので罪悪感なく楽しめますよ。豚肉はビタミン B1 が豊富で代謝を助けてくれます。ちなみにお肉を蒸した後はこんなに余分な脂が落ちてます。ヘルシーにいただけるのがわかりますよね。100g あたりの食材のカロリーとタンパク質はこちらです。そしてお豆腐は良質な植物性タンパク質の代表ですね。せいろで蒸すだけで甘みが増します。鰹節とお醤油だけで美味しくいただけます。お野菜は蒸すと甘みが増して生の野菜よりもずっと食べやすくなります。食物繊維もしっかりとれて食べたっていう満足感もあるからダイエット中にもぴったりです。せいろに食材を並べるときにちょっとしたコツがあるんですが、まず中央に人参やかぼちゃなどの固めの根菜、周りに鶏の胸肉やイカなどを置くとちょうど同じ頃に仕上がります。食材はなるべく大きさを揃えて、大きい鶏肉はフォークで刺しておくと火の通りが早いです。がさつな私は包丁の先でつつきます。これ私の推し食材なんですが、ナスの皮を剥いて蒸すとふわふわとろとろになるんですね。これは視聴者のビーズさんに教えていただきました。いつもありがとうございます。卵とじゃがいもを一緒に蒸して、ハム、塩麹、リンゴ酢で和えるだけのポテトサラダ。マヨネーズを使わないので余分な油をカットできて、ダイエット中でも安心して食べられます。お好みでブラックペッパーを振ってどうぞ。卵は多めに蒸して塩卵にしておくと小腹が空いた時のおやつになります。お湯 200cc、塩小さじ1につけて冷蔵庫で一晩置くと出来上がりです。皆さんのおすすめの食材もぜひコメントで教えてくださいね。せいろで蒸すとお野菜が本当に甘くて美味しいです。お好みでポン酢、塩、ごまだれなどで召し上がってください。シンプルな調味料でも十分美味しいのがせいろの魅力ですよね。これにご飯とお味噌汁を合わせると油を使ってなくても大満足できる和食プレートになります。実は最近見つけた蒸し料理のお店でも八穀米とお味噌汁、茶碗蒸し、お漬物をお膳仕立てで提供されていて、とっても参考になりました。こ
こからは私も最初に悩んだせいろの質問にお答えします。1、どんなせいろを選んだらいい？せいろを選ぶときに一番迷うのはサイズですよね。夫婦2人なので18センチの2段せいろで十分だと思ってたんですね。でも気づいたら冷蔵庫の中のものをね、もうとにかく蒸したくなってきて、今は21センチの2段せいろを使っています。素材はいろいろありますが、私が使っているのは竹製です。軽くて扱いやすいので、初めてのせいろにはとってもおすすめです。2、せいろを使う前に何をするの？新品のせいろは、まず空蒸しを10から15分。つまり、中に食材を何も入れずにね、お湯を沸かして、せいろだけを蒸してあげるんですね。匂いやアクを落ち着かせて、せいろを快適に長く使うための下ごしらえなんですね。その後、毎回使う直前にさっと水で濡らしておくと、焦げや匂い移りを防げます。3、せいろのお手入れ方法は？使った後は水でさっと洗い流します。汚れがついた時だけぬるま湯とスポンジで軽くこすっています。その後、日陰で風通しの良い場所に2日ほど置いて自然乾燥しています。これがカビ防止には一番効果的でした。私はキッチンのカウンターの上で乾かしてます。せいろを見てるだけでほっこりしますよね。4、蒸し時間と火加減は？蒸し時間の目安は、お肉は12から15分、魚介類は8から10分、根菜類は10から12分ぐらい、葉物は3から5分ぐらい。ブロッコリーやオクラはね、蒸しすぎるとすぐ色が悪くなっちゃうのでご注意ください。私は家事問屋の味見スプーンで火の通りを確認しています。お芋の柔らかさを見たり、ハイボールのマドラーにもなるので便利なんですね。これは視聴者のあやさんに教えていただきました。いつもありがとうございます。5、せいろ生活の最初に揃えたいものは？まずはこの4つがあれば大丈夫です。1、せいろ本体。初心者には竹製がおすすめ。軽くてお手頃で扱いやすいです。2、蒸し板。鍋とせいろの間に挟んで使います。私は無印良品のものを使っています。3、お鍋。これはお家にあるお鍋やフライパンで十分です。蒸し板に合うサイズなら安心して使えます。4、あればクッキングシート。これは食材のくっつきを防ぐ便利アイテムです。私は無印良品のせいろ用クッキングシートを愛用しています。シートがなくてもキャベツの葉やもやしを敷いても代用できます。せいろ蒸しは油を使わないから低カロリーで栄養もそのまま取れます。蒸したてをテーブルに出せば見た目も華やかですよね。しかも切って並べるだけで手抜きに見えないご飯が完成します。調理も後片付けも楽なんですよね。そしてつい食べ過ぎても蒸したから0カロリーよねって自分に言い訳できちゃいます。やっぱりせいろって最強です。今日は16キロの減量した私が日々の食事で取り入れているせいろについてお話ししました。手軽で美味しいからこそ無理なく続けられる。それがダイエット成功の大きな理由の一つです。皆さんのせいろの使い方やダイエットについてのお話もぜひコメントで教えてくださいね。今日の動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。